モカツ時間の記録 Vlog。今回は SD ガンダム BB 戦士ナンバー157超 SD 戦国伝武人キラ鋼編のキット雷竜ガンダムを作っています。1996年に発売されたキット。今回は塗装その2武装パーツをペイントしてキットを完成する塗装動画です。素組みで作ったパーツはミスタースーパークリア艶消しを吹きかけ塗装の下地を作っておきます。塗装の様子をハイライトで使用したカラーごとに見ていきます。まずはベース塗装です。色分けする箇所に下地を塗っていきます。今回使ったのはファレホのゲームカラーでエルフィックフレッシュ。少しフレッシュっぽさもある白カラー。水で溶いて薄めながら塗っていきます。ひと手間ですが、この下地があるないではこの後の塗装効率が違ってくるので漏れなくしっかり塗っていきます。今回はこのエルフィックフレッシュを下地に使いましたが、同じくベース塗装ではファレホゲームカラーのレッドホワイト、シタデルカラーベース、コラックスホワイト、レイスボーン、レイヤー、ホワイトスカー、パリッドウィッチフレッシュなんかを用いています。ファレホは世界水準で最高級の水溶性アクリルカラーと言われ、筆塗りによる塗装が滑らかに、筆ムラも出にくく広い範囲に塗装ができます。ゲームカラーはファンタジックな特別色で、人物、モンスター系フィギュアに適した鮮やかな色をメインとしています。粘度はやや低め、隠蔽力や塗膜は強い特徴を持っています。工程は下地塗りから上塗りの大きく2段階です。今回の塗装で使用した塗料はこちら。このパートで塗装に要した時間は約70分でした。色分けの1色目は黒です。ファレホのゲームカラーブラック。肩アーマーになるドラゴンのパーツに塗りました。続いてグレーです。アーマーに使ったシタデルカラーレイヤー、エッシングレイです。レイヤー、上塗り用の塗料なんですが、そこそこ隠蔽力は強いです。ここで赤です。ファレホのゲームカラーでブラッディレッド。兜、肩アーマー、鎧、三つ首の竜のそれぞれの目などに。鮮やかな赤カラーで粘性が適度なので下地も効いてスイスイ塗っていけました。塗料は水性アクリルのシタデルカラーとファレホを併用、オール筆塗りで色付けをしていきました。使用した筆は基本は模型塗装用の面相筆。面積の広い箇所はブラシ、ハケを使って時短させ効率よく塗装をしました。緑を使いました。ファレホのモデルカラーミディアムオリーブです。兜、三つ首の竜などに使っています。シルバー、ファレホのゲームカラーの塗料を使いました。人竜撃の刃の部分、兜の一部に。下地の白も効いて一発で色が乗ります。雷竜ガンダムはエイブラム出身。竜帝となる戴冠式を前にアークにやってきて、百鬼夜行衆との戦いを知り、一人で戦場に向かいます。武器の人竜撃は雷雲を呼ぶことができると言われています。エイブラムの次期大帝。デザインベースはアルトロンガンダムです。このキットではパーツ乾燥によって人竜雷撃波形態への変形が可能です。自らの体を竜に化身させた姿。雷の力が吸収しやすくなります。人竜雷撃波は雷竜ガンダムの天道奥義で、三つ首竜の角より吸収した雷を蓬莱石で増幅して放つ必殺技です。天道奥義とはバードガンダムによって語られた天の力を秘めし必殺奥義で、ゴッドマルの鳳炎水王山に匹敵する技です。金色です。BB 戦士戦国伝のキットでは多用しているゴールド、シタデルカラーベース、レトリビューターアーマーを使いました。兜、肩アーマー、鎧、ドラゴンヘッド、バックパックの構成パーツ、人竜撃などいろいろ色分け箇所がありました。細かな箇所は極細筆を使って塗り入れていきました。シタデルカラーはホビー用の水性アクリル塗料。塗料の食いつきも良く隠蔽力が高いので、下地の色を気にせずに塗ることができます。イギリスのゲーム制作会社ゲームズワークショップが販売している
マットな質感の水性塗料です。ベース塗料は顔料の濃度が高く、本来は下地として最適な塗料種。グレーの墨入れ的に白パーツに使ったのは、シタデルカラーのコントラスト、アポシカリーホワイトです。水で溶いて薄めながら流し入れるように使いました。もともとの成形カラーをそのまま活かすパーツには、シタデルカラーのテクニカル、特殊効果表現の塗料種からマットな質感に表面仕上げを変えるストームシールドという液体塗料を使いました。ハケで水で薄めてさーっと塗っていきます。塗装後のパーツは水性トップコート、艶消しを吹きかけて乾燥させて完成。色塗り終わった各パーツを組み上げていきます。先に作った軽装タイプに武装する形で雷竜ガンダムを組み上げます。超 SD 戦国伝武人キラ鋼は武者ガンダムシリーズの第8作です。人竜撃はバックパックに取り付けておきます。フロントビューからリアビューがこちら。パーツ乾燥して人竜雷撃波形態です。ということで今回は SD ガンダム BB 戦士ナンバー157超 SD 戦国伝武人キラ鋼編の雷竜ガンダムその2の塗装の今回は武装パーツ武器をペイントしてキットを完成させました。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価引き続きの応援のほどよろしくお願いします。